皆さんこんにちは。コロモくんのパパとママです。今回はコロモくんと一緒に箱根旅行に行きました。自然に囲まれた落ち着きのある立地で、飼い主さんもワンちゃんも一緒に楽しめそうなお宿だったので紹介します。今回泊まらせていただくお宿の紹介です。仙石高原大箱根一の湯さんに宿泊します。すすきで有名な仙石原にある温泉宿で、源泉かけ流しの無料貸し切り露天風呂やアルコールを含む飲み物が宿泊中飲み放題だったり、ワクワクする要素が盛りだくさん。どんなお宿なのか楽しみです。まもなくお宿に到着です。お宿は箱根の中でも割と奥地にあり、近くの峠を越えるとすぐ静岡県です。標高も高く、冬場は雪が降ることもあるみたい。近くには仙石原の他にラリック美術館、ガラスの森美術館などがあります。駐車場はお宿を囲むように3カ所あり、合計で14台駐車できます。一部の駐車場は比較的狭く注意が必要です。お宿の門から入る第一駐車場は最も広く、どの車室も3ナンバー車が駐車できそう。ドッグラン前の第3駐車場は5ナンバーや軽なら余裕はあります。ドッグラン真横の第2駐車場は大きな車が止まると片方の車が出られないかも。それぞれの駐車場入り口に案内は出ているので、入り口で迷うことはなさそう。実際は映像より狭く感じ、どの車室でも数回の切り返しは必須です。無事駐車できたのでチェックインしていきましょう。お宿の敷地内には石畳の通路があります。小さな竹林も相まってとても素敵な雰囲気。ただ、どの通路もバリアフリーではないので、カートやキャリーケースがある場合は少し大変かもしれません。ママがチェックインしてくれています。宿泊料金は前払いなので注意が必要です。宿泊料金の支払いは現金の他にクレジットカードが利用できます。こちらのお宿はワンちゃん同伴宿泊の場合、1年以内の狂犬病予防接種と5種以上の混合ワクチン接種が必要です。チェックイン時に確認があるため、両方の接種証明書を忘れずに持参しましょう。チェックイン完了です。今回は別棟のお部屋を予約しています。本棟玄関外の石段を登って別棟の玄関に到着です。広々しており、館内スリッパや外出用サンダルも多数用意されています。ワンちゃんは館内リード可なので、しっかり足を拭いてから入ります。本日泊まらせていただくお部屋に到着です。今回予約させていただいたプランとお部屋は、人気のスタンダードプラン、大切なワンちゃんと一緒に泊まれる宿、創作和食1泊2食付きプランの別棟和室、禁煙、バスなしトイレ付き、ワンちゃん OK です。窓からの景色はこんな感じ。山などは見えませんが、自然たっぷりでお部屋にいながら森林浴ができちゃいます。客室にはワンちゃんグッズがあります。常設されているグッズはこんな感じ。ご飯ボウル、コロコロ、ペットシーツトレイ、ペット用ゴミ箱です。ペットシーツトレイはレギュラーサイズを2枚セットするタイプです。ペットシーツはフロント横のアメニティコーナーでもらうことができます。お部屋の玄関はとても広く、カートも畳まずに置けそうです。お部屋の鍵は1つ貸していただけます。空気清浄機はありませんが、除湿機がありました。フルパワーで稼働している時の騒音はかなり大きめ。広縁、右側には冷蔵庫があります。冷凍部分もある一室タイプです。広縁、左側には洗面台があります。ドライヤーもこちらにあります。見た目に反して風は問題なく出ました。歯磨き用カップにはお宿の名前が入っており、かわいい。
テーブルの上にはかわいい湯飲みとお月菓子があります。戸棚の中にはカゴバッグがあり、中にタオル類と浴衣帯が入っています。お部屋の玄関突き当たりの押し入れにはお布団が入っています。お布団は宿泊者が敷くタイプです。上段のシーツがかかっているものを使いましょう。敷布団はちょうど良い硬さのマットレスと敷布団の2枚重ね。枕は片面ふわふわ、裏がジャリジャリタイプです。お手洗いは清潔感があり、温水タイプで安心です。お部屋の至るところに空きコンセントがあり、コンセント足りない問題もなさそうで安心です。お部屋の設備はだいたいこんな感じです。お部屋にお風呂やシャワーはありません。お部屋に人間用のアメニティは常設されていませんが、フロント横のアメニティコーナーに用意されています。お宿施設の紹介で詳しく説明します。こちらのお宿は敷地内禁煙のため、館内に喫煙所はありません。館内 Wi-Fi 完備でお部屋で計測した速度はこんな感じです。YouTube の視聴くらいは問題ありません。今回宿泊したお部屋は au の 4G の電波が若干弱いみたい。それぞれ部屋の場所や端末の相性、性能により差があるかもしれません。本当の玄関とフロントはこんな感じ。貸切温泉予約ボード、アメニティコーナー、売店コーナーがあります。貸切温泉は1枠30分で、チェックイン時に渡される部屋番号の書かれたマグネットを使って予約します。枠が空いていれば夜中も利用可能です。ベビーアメニティもあります。ラインナップはこんな感じ。自由に持って行って良いものとフロントでお願いして貸し出ししてもらうものがあるようです。フロント横にはフロント貸し出し品とアメニティコーナーがあります。ラインナップはこんな感じ。じゃらんのページにはカミソリの記載がありましたが、こちらのコーナーには置いてありませんでした。もしかするとフロントでお願いすればいただけるのかも。こちらのコーナーにドッググッズもあります。ラインナップはこんな感じ。ペットシーツのサイズはおそらくレギュラーです。お土産コーナーはこんな感じ。規模は大きくはないものの、土地のお土産が販売されています。その他にはドッグランでワンちゃんが遊ぶための貸し出しおもちゃや、ワンちゃんの足を拭くための固く絞ったタオルがあります。本当の玄関部分はだいたいこんな感じです。ロビーから扉を一つ入ると、フリードリンクバーがあります。チェックアウトまでの時間、いつでもソフトドリンクとお酒が楽しめます。お酒はレモンサワーや焼酎、ウイスキーやワイン、赤白に加え、夜8時まで限定で生ビールもあります。おつまみこそないものの、湯上がりアイスは食べ放題。温泉でほてった体が一気にクールダウンします。自動販売機も完備です。ラインナップはこんな感じ。ドリンクバーと絶妙にラインナップが被ってないので需要はありそう。自動販売機は現金のみ対応です。ドリンクバーの前に浴衣があります。用意されているサイズはこんな感じ。お子様用サイズの用意もあります。帯はお部屋のカゴバッグの中に入っています。本当には大浴場があります。内湯のみではありますが、加温、加水、循環、ろ過ありでしっかりと管理されており、足を伸ばして入ることのできるサイズの浴槽があります。利用時間は昼1時から夜1時、朝5時から昼10時です。次に別棟の設備です。別棟玄関横にはワンちゃんの足洗い場があります。しっかりお湯も出て、蛇口だけではなくシャワーヘッドがある点も嬉しいポイント。別棟の玄関は広々しており明るい雰囲気です。館内用スリッパや外用サンダルがたくさんあるので困ることはなさそう。ワンちゃんの足拭き用の固く絞ったタオルが用意されています。
玄関の横にはワンワンミニキッチンがあります。このミニキッチンは旅行中でも普段と変わらないご飯をワンちゃんに食べてもらいたいという考えから作られたみたい。用意されている貸し出しグッズはこんな感じ。包丁はフロントにて貸し出しているみたいです。重要なものはかなり揃っており、換気扇もしっかり作動したので、コンセプト通り普段と同じハンドメイドご飯も作れそう。カセットコンロはしっかり火が出ました。最後にお外の設備です。本棟別棟それぞれの入り口にマナーボックスがあります。敷地内には宿泊者専用のドッグランがあります。走り回れるほどではありませんが、小型犬には十分なサイズ。敷地内に木がたくさんあるので、日中でも日陰があります。地面が粗めの砂利なので、雨の後でもワンちゃんの足が極端に汚れることはなさそう。おしゃれライトがついていますが、利用時間は朝6時から夜7時までなので、深夜は使えません。最後に源泉かけ流しの貸し切り露天風呂です。本当の玄関にあったパネルで予約をすることで滞在中は夜中でも利用が可能。残念ながら脱衣所、浴室へのワンちゃんの同伴はできません。敷地内の林の小道を抜けて少し歩くと到着です。脱衣所と湯船が同じ空間の露天風呂。目の前が庭園のようになっているので、屋根がありながらも開放感があります。鍵は画像のタイプで内側からしっかり施錠できます。源泉かけ流しなので熱くなりすぎることもあるようで、加水するためのバルブがあります。こちらの浴室にはシャワーはなくシャンプー類もありません。ボディーソープのみ備え付けです。浴室に時計があるので予約枠の残り時間の確認が可能です。この日は夕方のお散歩のついでに行きたいスポットがあったので少し早く出発しました。まずはお宿のドッグランで遊びます。念願のボール遊びができて、コロモくんもルンルンです。木が生い茂っているのでどの時間でもしっかり日陰ができており、真夏以外は過ごしやすそうです。お宿の周りも散策したいので、そろそろボール遊びを終わりにしてお散歩に出かけましょう。お宿の周りを散歩しています。周りの道はほとんどが舗装されているものの、別荘地なのでそこまで車通りもなく、安心してお散歩できる環境です。とことこ歩いて目的地に向かいましょう。目的地に到着です。仙石原すすき草原にやってきました。時期的にすすきの穂はありませんが、一面緑色の草原は圧巻です。風になびくすすきがとても綺麗で、まるで外国の風景を見ているような非日常感を味わえます。今回のお宿からすすき草原は徒歩8分ほどです。途中にコンビニもあるので、チェックイン前はもちろん、チェックイン後のお散歩の時にも気軽に行ける距離感です。すすき草原には専用の駐車場はないので、お宿から徒歩で行けるのは嬉しいポイント。大自然が感じられるスポットなので、ワンちゃんも一緒に楽しめること間違いなしです。確かに徒歩8分ほどなのですが、途中に急な坂道があり、いい運動になります。非日常を満喫してお宿に戻ってきました。しっかり足を拭いて中に入りましょう。お散歩の疲れを癒すため貸し切り露天風呂を利用します。源泉が注がれており、かなり暑いですが、薄まってしまうのももったいない気がしたので、そのまま入ります。貸し切り露天風呂があることは知っていましたが、源泉かけ流しだとは思っておらず嬉しい誤算。湯船から空を見上げると涼しげに木が風に揺れています。程よく手入れされたお庭と苔むした灯籠が素敵です。
枠が空いていれば複数回入ることができるのはこのお宿の魅力です。お風呂に入ってさっぱりしたところで夕食の時間が近づいてきました。準備をしてそろそろ本棟1階のレストランに向かいます。夕食の時間は5時45分からです。ワンちゃんはリードで床にいてもらうか、カフェマットを持参することで椅子の上に乗ることも可能です。カートを持参している方もいらっしゃいました。椅子の座面は若干小さめで3キロの衣くんでギリギリ。カートなどがあった方がワンちゃんは落ち着けるかも。本日いただく夕食のメニューはこんな感じ。米沢牛は最高級と書かれているので期待大です。ちなみに夕食時の飲み物はアルコールを含め飲み放題です。パパとママはノンアルコールビールをいただきます。飲み放題のメニューはこんな感じ。お値段が記載されていますが、飲み放題なので追加の料金はかかりません。お料理はこんな感じ。盛り付けも凝っていて、見ているだけで楽しくなります。金目鯛の姿煮も熱々ホクホクで最高です。米沢牛も最高級の名に恥じない霜降り具合です。衣くんはいつも通りパパのお膝でニコニコしてます。お料理はどれもとても美味しく最高です。飲み放題だと心置きなく注文できるのも嬉しいポイント。デザートは季節のシャーベットとプチケーキです。ごちそうさまでした。美味しいお料理とドリンク飲み放題で大満足です。お料理は量もしっかりあり、パパもお腹いっぱいです。一旦お外に出てお部屋のある別棟に戻りましょう。当たり前ですが、お外に出たら日は落ちて真っ暗です。敷地内の竹林や木々がライトアップされ素敵な雰囲気。石畳も柔らかい光に照らされ幻想的です。この日だけかもしれませんが、0時を過ぎても本棟、別棟ともに玄関の施錠はされていませんでした。ドリンクバーや貸し切り露天風呂利用の兼ね合いから夜中も施錠していないのかもしれません。お食事の後はみんなでお部屋でゆっくりして寝ました。それではおやすみなさい。おはようございます。新しい朝が来ました。希望の朝です。木々の葉の間から朝日が差し込み気持ちが良いです。夜とはまた違った非日常が感じられます。今日も元気に行きましょう。お宿の周りを軽くお散歩し、衣くんが向かった先はもちろんドッグランです。朝からボールで遊びたい欲が止まりません。早く投げてと言わんばかりに目をキラキラさせています。ご存知かもしれませんが、本当に衣くんはボールが大好き。パパとママが止めないと永遠にボールで遊び続けます。この時はパパが遅れてドッグランにやってきましたが、衣くんのテンションの上がり方が可愛い。ママはちょっとやきもちです。目覚めの運動が終わったところで朝食の時間が近づいてきました。朝食の時間は8時からと8時半からで選ぶことができます。場所は夕食と同じレストランなので、別棟から本棟に移動します。レストランは開放感あふれる吹き抜けになっており、窓の外には木々の緑が映えます。お席に到着です。朝食メニューはこんな感じ。カゴに入った小鉢の品数が豊富で豪華です。
朝からせいろ蒸しなどの手の込んだお料理があるのも嬉しいポイント。朝食の飲み物は紅茶、コーヒー、ほうじ茶がいただけます。お料理はこんな感じでとっても豪華。お肉もお魚も楽しめて大満足です。せいろ蒸しはごまだれでいただきます。お味噌汁はお鍋で提供されるので熱々。ご飯はおかわりすることができました。コーヒーはお部屋に持っていくことも可能です。ごちそうさまでした。朝から美味しいお料理でお腹いっぱいです。この後はお部屋で身支度をしてチェックアウトです。チェックアウトは10時ですが、あらかじめお願いすれば1時間2200円でお昼12時まで延長できる場合があるみたいです。それでは今回のお宿のまとめです。良かった点はこんな感じ。貸し切り露天風呂やドリンクバーなど魅力たっぷり、雰囲気も相まって心身がリラックスできるお宿でした。気になった点はこんな感じ。かなり気を使われているようですが、周辺環境上どうしても湿度が高く、客室や廊下でそれに起因する香りが気になる時がありました。最後に今回の宿泊料金です。今回はじゃらんから予約させていただきました。今回の動画はここまでです。次はどこに行こうかな。今回の動画で気になることなどありましたらお気軽にコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。帰りに箱根湯本駅にある駅弁屋さんでこの日の夕食用の駅弁を購入しました。パパとママはデラックス小ゆるぎ弁当という駅弁をチョイス。たくさん具材が入っていてボリュームもあり素晴らしかったです。旅先でその土地の駅弁を買って帰ると旅行疲れの中夕食の心配をすることもなく駅弁を食べながら家族で旅の思い出を振り返ることができるのでとってもおすすめです。